チェンバーボーン。アップデート7。資材不足に苦しむも着実に工事を進め地道に貯水を増やした我らがビーバー。アップデで追加された突出した地形を駆使して新たな水路の建設開始。さあ大規模工事を完遂するぞー。でただいまの状況は悪潮17日が襲来中。25日27日と、長い干ばつが続いたからこれは助かるぜ。新たな貯水槽工事を効率よく行うため、管路を不整越。突出した地形ブロックを使い綺麗な直角で敷設する。これが匠のこだわりポイント。管路は建設途中でも先端まで進んで工事できるし、発送次第でもっと便利な使い方ができそうだね。だな。設計は、こんな感じになりそうろー。管路完成する前に普通に山登って作業して完成させそう。最後の一本を残してこのマップすべての天然の木の伐採が終了。お得意の道を敷いて丸太を消す小技入りまーす。これコメント欄で教えていただいたんだけど、防水フロアでやった方が一気にできるので楽みたい。残念、試す前に全部終わった。そして時同じくして天然のスクラップも終了。哀愁漂う背中のボット、本日で解雇です。職場めっちゃ空いてるからどっかで働け。で翌日近い席からスクラップを取り出す効率的な鉱山が稼働。フォークテイルと違ってレシピが選べるぜ。生成物を使うことで生産量が2倍になるみたい。前回の薄い切れの影響で生成物の在庫は少ない。しばらくは通常モードで掘ってもらいましょ。エネルギー切れボットがちょいちょいいるのでステーションと重力バッテリーを接続多く。細かい修正入りまーす。クレーターを貯水槽化するつもりだったのに、思いっきり穴開いてるの忘れてたけん。ちょっと塞ぎ忘れたのレベルじゃねえ。しっかり塞いどけ。あいよ。足場がなくて一部工事できないけどトリマこれで開始。地形ブロックの下の地形ブロックは上から投げ込みで工事できず、地味に仕様が違うぜ。大規模な工事現場の完成を待ちつつ、細かいところをちょいちょい工事。少し出っ張ったところを削った。お前、暇そうやなー。こら自分が暇だからってビーバーに絡むな。よろしい、なら解放された汚水の源を上から垂れ流すためのタワーを建てる名誉やろう。上からかけ流しの水車で、無限動力作ろうぜ。高すぎてこの距離じゃないと画面から見切れる。丸太の在庫は4600、多分なんとかなるかな？軽いノリで設計したけどこれは時間かかるやつかも。つか足場も用意しないとだぞ。まあ管路で上まで行けるかな？では汚水タワー建設のための管路工事をするぞ。平地の道の上に足場を立ててその上に管路を敷くのだ。既存の道の上に高架の高速道路建てるみたいな感じか。これなら邪魔にならないな。まずはこんな感じで足場を先によろ。板はめっちゃ在庫あるけど鉄は今作ってる。足場立ててる間に準備しないとだ。1日で足場が大半完成してたのでタワー側の足場も建設。工事が早すぎて鉄の準備が間に合わん。じゃ鉱山からも近いので左遷ボットの建設作業小屋を潰してここに精錬所建設しましょ。鉱山で原料のスクラップの生産量は管理できる。これで鉄も安定供給されるようになるかな？生成物の在庫がいっぱいになった。鉱山のレシピを切り替えて増産開始だ。採掘用2倍。作業しやすいように生成物のタンクとスクラップ置き場を追加。アイアンティースはでかい資材置き場がないのが辛いぜ。さて鉄の供給も増えたので足場上の管路の敷設をするぞー。管路に使うのは鉄一つだけだから、これぐらいなら数日でなんとかなりそうだ。やべどうでもいい汚水タワーの建設に夢中になって、貯水槽クレーターの背面埋めるの忘れてた。今回も忘れっぽい、安定のおっちょこちょいビーバー脳であった。ここ地味に遠いからちょいめんどいかも。マップの一番端だが気合で土砂を運ぶのだー。土砂の在庫6個しかねえから無理だ。そんなしゃあないのんびり汚水タワーができるのでも眺めてますか？管路は一番上まで伸ばしてあるが駅は作らんのか？作ろうと思ったけどパイプの中から下に工事できて、駅なくても OK と気づいたのでこれで行くよ。パイプの中から不思議な力で工事するビーバー。あと管路は水中も OK みたいなので、こんな感じで敷設するのも面白いかもね。水中に管路を敷いてその上に足場を作って、上は普通の道や建物下は地下鉄って感じか。管路は上下の移動も楽だしほんと色々できるね。だな。接続部分はこんな感じ。これはちゃんとした都市計画立てて立派なの作りたくなるぜ。移動中の高速で動くランプも綺麗でいいね。青がボットで黄色がビーバーかな？ですです。効率的スクラップ採取が予想以上に掘れたので、ボットの作業者を減らして生産調整。縦長。管路を使った初の垂直工法、もう一マス右にずらせば作業幅が広がったな。ふむふむ。湖岸の再開発で少しポンプを移設しました。
街を支えていた影の功労者が優待。で甘露下の道を有効活用しようと思い、こちらにはスイミングプールを建設。家に近くて使いやすそう。おまけで駅近キャンプファイヤー。仕事帰りにキャンプファイヤーに通う、これがビーバーの癒し。隣に屋上テラスもマシマシ。増加するビーバーのニーズに合わせて福利厚生アップだぜ。命の水。命の水がアクシオ17日の終了をお伝えしました。ダムの水も余ってるしこれくらいなら超楽勝。だな。アクシオ明け、祝いの葉っぱ。このダムの底下げ工事ももう少しで終わりそうだな。あと一段だけだからすぐ終わるかな。ここのプールはダムの水が枯れると水位下がっちゃって、管理が少し面倒に感じたので廃止です。採掘機の穴のせいで水が深いところに流れちまう。跡地は採掘機を、建てまし。土砂の需要が多すぎで、在庫が全然たまらないぜ。と見せかけて、本当は動力足りてないの気づいてないだけである。そうなの？新しい水路が完成しないと思ったら、工事する経路が繋がってなかった模様。埋める矢印の方向もミスってそうだ。一旦全削除して慎重に再設計したどう？でも絵面が地味なので全カットです。縮小。渓谷下の排水路が細すぎで少し溢れたので、慌てて葉っぱで拡張するのず。そういや今まで排水に使ってたトンネル埋めたんだったな。などとやってたらアクシオ14日が来た。長い干ばつ2連続からの短いアクシオ2連続、ハード難易度3ただいま出れております。排水路だったけど埋めたトンネルの仕上げの工事、足場用意しないとここは工事できないね。こういう場所こそ垂直管路工事が最適だったかもしれんな。工事終了間際に気づく悲しみ。そしてクレーター貯水槽化工事の最終工程、背面の埋め立ても若干進捗悪いので効率アップのため橋を用意。これで一気に複数箇所工事可能だぜ。急いじゃいないけど薄いタワー工事の管路も、二股に分けることで作業効率アップ。まあ駅立てた方がいいと思うがな。めんどい。おい。さあお前たち、長距離担いで土砂を運び込むのだバッテリー切れの哀愁漂うボットが切ないぜ。おっせー。しゃあないので管路を用意しましょ。めんどくさがっても結局工事中盤になってやっと移動経路を準備する。これがうちのレイムさんだ。2日で完成したうるせえ叫ぶな。こんなことならもっと早く作っときゃよかったよ。鉄の在庫もできてきたしもっと積極的に管路使ってもいいかもだな。長距離運搬から解放され、余暇を楽しむ時間ができました。定時切りに出発すると帰るの翌朝とかだったビーバー。そうダムが満水になったら、自動で貯水槽に流せるように清水弁も用意しなきゃ。アクシオ明けには新貯水槽のお披露目ができそうだ。ビーバーが、増えてきたので、運ばせる。一句できたな。ただいま190匹、あと少しで200匹。ってお前、暇そうやなぁ。なんか建設作業指示してあげなさい。貯水槽工事は終わったんかな？清水弁、よーし、水路爆破準備、よーし。結構大規模工事だったけどなんとか終わったようだな。背面工事はまだ少し低いけど、まあこんなもんかな？おっと適当指示だったのに意外と作業進んでる。きっちり堤防積み上げてるけど丸太も全然減ってないぜ。これならもっと大規模にやっても良さそうなので、予定を変更してもう一つの汚水の源もタワーに組み込もっと。必要ないのに無駄にでかくする。これが動画投稿者の定め。丸太の備蓄は4500ほどあるけど、足りなくなる可能性もあるので植林エリアを先に作りましょ。お前どんだけでかい動力作ろうとしてんだよ。あ、デッドスペース発見、シャワーを設置だ。細かい気配り入りまーす。命の水。短かったアクシオ14日が終了。さてアクシオ終わったし、ダムに貯水ができたらいよいよ新水路の開通だよ。ついにお披露目。新水路及び新クレーター貯水湖の開通だ今まで使ってたクレーター貯水湖は水源が3つしかなかったがこっちは5つある。これは大幅な貯水アップかな？いやー丘の上のダムと中央のクレーター湖に補充してからこの水路に流れるから、それほど貯水期待できないよ。じゃあなんで作ったんだよ。クレーター湖という、ロマン。疑問系かよ。一応この町の名前カルデランドだし、カルデラ湖っぽくなっていいかなって。さいですか。滝がいい感じ。特に失敗もなく無事水路は機能したみたいだな。まあ強いて問題を挙げるなら。問題？トンネル掘らないと放水できません。水溜まるだけで使えねえじゃねえか。この辺はおいおい考えましゅ。適当だな。
ビーバー暇そうだし背面の拡張工事を指示と。あと1日ちょっとで干ばつ始まるし、そこまで貯水できる気がしねえぜ。では新貯水槽の確認もできたし最後に街の様子を見て締めましょ。鉱山までの通勤を楽にした足場の上の高架管路。新貯水槽や汚水タワーの工事現場に行くのも楽々。地上のスクラップが枯渇したので建設した効率的な鉱山。おかげで鉄の供給が安定した。ただいま建設中の汚水タワー、計画を変更してもう一つの汚水の源も組み込む予定。ここからどうやって動力を生み出すのかが匠の腕の見せ所。昼間は誰もいないスイミングプール。勤務時間中に泳いでたらそれはそれで問題ありだ。建設に手こずった新しい水路の斜めの部分。段差を設ける小細工で干ばつ時に無駄なく下に流れる仕様が匠のこだわり。干ばつ来たらちゃんと機能するか確認しましょ。やらなくても良さそうな壁の追加工事現場。ここまで貯水できる気がしねえ。もう少しシンプルな構造に作り変える考え工事をした方がいいかもしれないね。だな。奴隷棒を回す仲間のビーバーを、虚無の表情で見守るビーバー。奴隷棒言ってやるなよ、回し車だろ。新たなお仕事を用意してあげなきゃ。じゃ奴隷棒も問い回し車を回す愛らしいビーバーを眺めつつ今回はここまで。ビーバー頑張れーと思っていただけたらグッドボタンお願いいたします。ビーバーのインナーマッスルが鍛えられます。建設途中の汚水タワーはどうなるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。